ビキニアーマー、キャストオフ、感想、東、在、南、北。皆様こんにちは。エンダクロクさん美少女プラモチャンネルへようこそ。前回の磁石改造動画でグランデゴーライの首輪の改造を紹介しましたけど、実用性ないんじゃないって思った人もいますよね。なので、今回はネオジム磁石で脱着できる胸部装甲の作り方をシェアします。特にこのビキニアーマーの改造を楽しみにしていてね。前回の動画を見ていない人がいると思いますので、今までの改造を簡単に説明します。上半身について、前回の動画のように、ランナーパテで上半身を造形しました。先端部分もパテで作ったので、審査に引っかからないように黄色のマスキングテープで包んでいますよ。テープなしのパーツを見たいなら、X でヘンダクロクさんのポストをチェックしてね。パテや接着剤はマステが浸透して溶かす可能性がありますので、マステの上にさらに透明テープを巻いています。ネオジム磁石を埋め込む。ボディの元のダボ穴にネオジム磁石を埋めておきました。これをやっておかないと、ネオジム式にはなれませんね。では、ビキニアーマーの製作を始めましょう。装甲を削る。装甲のダボキンを切って、リューターで薄く削ります。胸のラインにフィットするまで削ります。削ったら厚さを確認して、磁力が一番強い位置を見つけてみます。磁石の配置。装甲を胸の両側に置いて、先端部分を隠せるようにします。少し隙間ができても大丈夫です。後でパテで埋めます。位置を決めましたら、マーカーペンでマークします。磁石自体も厚みがあるので、そのままつけると目立ちます。ゴッドハンドのスピンブレードで装甲内側に浅い穴を掘って埋め込むと、もっと綺麗に仕上がりますよ。仮組みと隙間埋め。仮に組んでみて、胸と装甲の間に隙間があるはずです。後でランナーパテで隙間を埋めて、胸のラインにぴったり合うようにさせます。両側もつけると、父のレンに見えるし、水着っぽくてとてもいい感じです。パテについて。普通のエポキシパテでもいいですが、今回は PS のランナーパテを使ってみました。PS のパテは ABS より弾力があって、溶剤で溶けきらない面白い質感です。装甲の内側に少しパテを持って、胸に押し付けて隙間を埋めます。外す際にくっつきすぎちゃうときは、ワセリンなど塗っておくとベタつきが減ります。横から見て、隙間や磁石が見えないように調整していきます。こちらの装甲がより重いから大きめの磁石がおすすめです。動画では直径 5mm、厚さ 2mm を使っています。位置を決めましたら、ランナーパテで装甲の内側に固定して、ハンガー置きの時に外してみます。可動位置を追加。この位置はいいですが、一部の造形が隠れちゃうので、もう一つ位置を追加します。黒いパーツの内側にランナーパテを詰めて磁石を埋めます。実はこのやり方は間違っています。深いへこみや肉抜き穴を全部ランナーパテで埋めるのが NG です。失敗した様子は動画の最後に見せます。実はこの黒いパーツで新しい胸アーマーを作ろうとしましたが、作業量が多くて元の装甲でも十分だったから諦めました。磁石が取れた。
パテを調整して接着剤を少し足せばしっかりくっつきます。パテが乾いたら動かしてみます。2つの位置で動かせるようになりました。上から見ると磁石が変に目立ちますので、プラバンで隠します。完成したら、3つの形態を楽しめるよ。冷蔵庫、肌色の腕や足と合わせると、水着みたいで涼しげで可愛いですね。重曹庫を上下に動かして、いろんな角度でから楽しめます。フル装備、オリジナルの構造を再現して、重厚感と迫力がすごい。最後に失敗したところを見せますね。この黒いパーツの肉抜き穴に PS パテをたっぷり詰めすぎて、溶剤がなかなか蒸発できず内側が溶けてへこんでしまいました。このような大きな隙間を埋めるときは、ポムランナーのクズなどを挟んでクッションにして、パテがパーツに長く触れないようにすれば、このような失敗を防げると思います。今回の改造はいかがでしょうか？皆さんの改造の参考になれば嬉しいです。今回の動画はここまでです。みんなの改造、楽しみに待ってますよ。